今日はタルタルソースを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はタルタルソースを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、フライなどにぴったりな万能なタルタルソースレシピをご紹介していきます。材料はとても手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、マヨネーズ、らっきょう、玉ねぎ、牛乳、お砂糖、お醤油、鶏ガラスープの素、お酢、塩、胡椒、パセリ。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回は3個分で作っていきます。タルタルソースもいろんな作り方があると思うんですが、今回はですね、らっきょうを使っていきたいと思います。そしてプラスですね、少し玉ねぎも加えて、玉ねぎの風味も入れていきます。もし玉ねぎが苦手な場合は、らっきょうだけでも美味しく召し上がっていただけると思います。そして味付けのポイントです。味付けのポイントは、お醤油と鶏ガラスープの素です。鶏ガラスープの素を加えていただくと、コクがアップして美味しい仕上がりになります。お醤油はですね、全体の味が締まるので、ぜひ入れて作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに卵を茹でていきます。お鍋にお水を張って、まずこちらを沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を小さじ1/2ほど入れてください。この塩はですね、卵のひび割れが起きて白身が飛び出てしまっても、塩を入れておくと白身がすぐ固まるので、それ以上白身が飛び出なくなります。なので予防策として入れてます。そしたらですね、ちょっとクツクツを弱めて、このぐらいのクツクツ加減にしてください。そして卵をそっと入れます。ちなみにね、こちらの卵は冷蔵庫からすぐ出しの卵です。全部入れたらもう一度ね、クツクツ加減を戻してください。軽くですね、このぐらいクツクツするぐらいをキープしましょう。このぐらいのクツクツをキープしたら、このまま11分茹でていきます。はい、時間になりました。そしたら火を止めます。そして氷水を用意してください。茹で上がったらすぐ取り出します。そして氷水に入れてください。茹で上がったらですね、必ずこのように氷水ですぐ冷やすようにしてください。それではこのまま10分ほど冷やします。はい、それでは続いて玉ねぎをみじん切りにしていきます。刻んでいきます。はい、このように刻みます。この刻んだ玉ねぎをボウルに入れます。そしたらですね、こちら一度電子レンジで加熱して辛みを飛ばしたいと思います。ふんわりラップをして、このまま電子レンジ 600W で50秒加熱します。はい、50秒加熱しました。そしたらラップを外します。こうしていただくと辛みが抜けて、かつですね、程よい玉ねぎの食感を残すことができます。そうしましたら玉ねぎを少し広げて、このまま粗熱を取ります。それでは続いてらっきょうを刻んでいきます。これもですね、みじん切りにします。らっきょうはですね、粗めのみじん切りにしていきます。はい、このぐらいですね。このぐらい粗めにしていただくと食感も楽しめます。残りも同じように刻んでいきます。はい、らっきょうはこのように刻んでください。それでは続いてパセリです。パセリの量はお好みで調整してください。こちらを刻んでいきます。今回ね、生のパセリを使ってるんですが、乾燥パセリでも OK です。生のパセリの方がね、より香りが出て美味しくなると思います。はい、パセリはこれで OK です。それでは続いて卵を剥いていきます。まず卵の丸い方ですね、ここにひびを入れます。そして剥きましょう。このように剥いたら、今度はですね、この剥いた部分をきっかけに親指の腹を使って卵を撫でるように剥いていきます。はい、このようにつるんと剥けます。それでは残りも同じように剥いていきます。はい、それではこちらの卵をまず半分に切ります。そして白身と黄身をまず分けてください。黄身はですね、こちらボウルに入れましょう。そして白身はですね、適当な大きさに刻んでいきます。
この大きさはねお好みで OK です。はい、このように刻みます。それでは残りも同じように白身と黄身を分けて、そして白身を刻んでいきます。はい、これで OK です。卵の白身はこのように切ってください。黄身の方はこのようにボウルに入れます。それではね、最後材料を混ぜ合わせていきます。まず黄身ですね。こちらをですね、ゴムベラでしっかりと潰していきます。こうやってね、黄身を最初に潰していただくことで、とても滑らかな仕上がりになります。はい、このようにしっかりと潰してください。そうしましたら続いてここにお砂糖を加えます。そしてお砂糖と卵の黄身を合わせていきます。で、最初にね、砂糖をこのように混ぜていただくとよりねコクがアップして美味しくなります。このように混ぜたら続いてここに牛乳を加えます。あとはお酢を加えてください。そして混ぜます。このようにちょっとね練り混ぜるイメージですね。そしたら続いてここに鶏ガラスープの素、塩1つまみ、ここにらっきょうを加えていきます。そして冷ましておいた玉ねぎも加えてください。これでよく混ぜましょう。はい、そうするとね、見ていただくと分かると思うんですが、とてもね今滑らかな状態になってます。このように滑らかにしたらここにマヨネーズを加えてください。マヨネーズと一緒に白身も加えていきます。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにしっかりと混ぜてください。そして最後仕上げにお醤油です。そして胡椒を振ります。胡椒の量はねお好みです。あとはパセリですね。そして最後よく混ぜましょう。はい、これで濃厚でとても滑らかなタルタルソースの完成です。最後は味見をして塩などで味を整えてみてください。はい、これでタルタルソースの完成です。こんな感じに仕上がりました。とても美味しそうに仕上がってます。このようにフライなどにかけて召し上がってください。それでは早速いただきたいと思います。エビフライにかけていただきたいと思います。いただきます。すごく濃厚で、そしてとってもまろやかな仕上がりになってます。そしてこの白身の食感とらっきょうの食感がすごくアクセントになってます。エビフライに最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のタルタルソースのポイントです。まずゆで卵を作る時のポイントなんですけれども、水が沸騰したら塩を加えてください。この塩を加えていただくことで殻にひびが入って白身が飛び出てしまっても、その白身がすぐ固まってくれます。なのでこちらの塩は予防策として加えてます。そして茹でる時なんですけれども、冷蔵庫からすぐ出した卵をそっと加えてください。その後ですね、今回は11分茹でました。茹で上がった後なんですけれども、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。そのまま放置していると白身が薄皮に張り付いてしまって殻がきれいに剥けなくなってしまいます。なのでね、もし氷水がない場合は保冷剤などを活用していただくといいかなと思います。そして今回はですね、中にらっきょうを加えました。このらっきょうが食感と味わいのアクセントになってすごく美味しいので、ぜひらっきょうを入れてみてください。通常ピクルスを入れたりするんですけれども、らっきょうはピクルスに比べると少しお安く手に入るので手軽に作れると思います。そして玉ねぎについてのポイントです。玉ねぎはですね、みじん切りにしたらレンジで軽く加熱してください。そうすることで玉ねぎの辛みが抜けて程よい食感を残すことができます。そして茹で上がった卵なんですけれども、こちらは白身と黄身に分けてください。白身に関しましてはお好みの大きさに切っていただけたらと思います。そして黄身の部分なんですけれども、こちらはですね、他の具材を入れる前にきちんと潰してください。そうすることでとても滑らかなタルタルソースに仕上がります。あとはですね、残りの材料を入れて和えるだけなんですけれども、味付けの濃さや微調整はお好みでしていただけたらと思います。今回はね、エビフライなどに乗せたんですけれども、他には食パンに乗せたりとか、そのまま召し上がっても美味しく食べれます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はタルタルソースを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。